自然という覆いが人間にかぶさってて、それが見えない状態になっていると。そういう覆いを剥がしていって、そこに人間を見つけられるようなところ、それを風景と名付けて風景というものを作っていこうと。僕らは自分の絵を描いて、もう少し自分たちの言葉で普遍的に語っていかなくちゃいけないんじゃないかなと。絵というのは2次元と3次元を行き来するような、しかも空っぽな肉体の作業なんじゃないかなと。画家になるというふうなことを僕は決心したのはかなり後のことでして、最初は映画だったんですよね。高校生の頃に学校をサボってフェリーニの8か1/2という映画ですけど、それを見に行きました。主人公は映画監督なんですよね。マルチェロ・マストロヤンに扮するグイドという主人公が映画制作で悩むわけです。で、映画撮れなくなってしまう。そういう中で今の混乱している状態をやればいいんだと。そこのところが僕は学生時代に見てすっごいかっこいいなと思ったんですね。混乱したままでいいのかと。で、芸術っていうのは、混乱でいいんだと。それで芸術家になろうというふうに思ったわけなんですね。で、その当時は反芸術の勢いっていうのは非常に強かったんですね。絵はもう終わったとか、あるいは、主観性だけで絵は描けないというふうなことが非常にいろんなところで言われてて、で80年代ぐらいになると、これは今まで言ったことと全く裏腹に、ニューペインティングの嵐が吹き荒れたわけですね。イメージの復活、あるいはイコンの復活と、そういうふうに言ってもいいと思うんですけど、そういう絵が、たくさん出てきました。で、僕としては一番最初はやっぱり油絵の具でキャンバスにやるということに非常に抵抗があったんですね。なんかそういうものはもうちょっと古臭いと、もう少し違った絵の具がないのかというふうにいろいろ探していた結果、アルキドエナメルというのを見つけたんですね。で、鉄板の上に描いていきました。で、これは基本的に頂点と頂点を結ぶ、こことここを結ぶ、こことここを結ぶと。で、こことここを結んだところにこの色をやると。ある意味で機械的にやってるんですけど、どうしてもイメージというものが出てくると。これだとちょっと皮の表面とかそういうふうなことを思わせますけど、それはどうしてなのかなというふうに思いました。それでそういう中で僕自身はもっと人のようなものを描きたいと。絵には人のようなものが絶対必要なんじゃないかなというふうな気持ちもあったんですけどね。といっても誰かを前に置いて描くということではないんですよね。受験生の時にある予備校に見学に行ったわけですね。そしたらストーブをガンガン焚いてる教室で、ヌードモデルを前にして、皆さんがデッサンないし油絵を描いてみました。それを見てちょっと入っている間に気持ち悪くなっちゃったんですね。いや、これはちょっと違うぞと。具体的な人を描くということじゃないんだと。僕が描きたいのは人のようなものなんだと。だけどそれができない。それはどうしてなんだろうなと思いました。で、当時僕の制作ノートを見ると、ヨーロッパの人たちはいとも簡単に人間を描くのに、なぜ僕らにはそれができないのだろうと。日本という風土では自然というのが非常に強いと。人間というのはなかなかその中で見えなくなっちゃうんじゃないかなというふうなことを思ったわけですね。自然という覆いが人間にかぶさってて、それが見えない状態になっていると。そしたらそういう覆いを剥がしていって、そこに人間を見つけられるようなところ、それを風景と名付けて風景というものを作っていこうというふうに考えました。そういうふうにして、風景シリーズというのが誕生したんですね。この頃の絵画として、一番最初は風景沈黙だったかな。風景叙事、風景出来事、そういう題名の絵を描いていきました。これは3連の絵になってます。左と真ん中とそれから右と、この当時の僕の矛盾した感情っていうのを非常によく表していると思うんですね。3つに分裂しているようなところもあるんですけど、それでこの絵ができました。まず全体を見ると手前にぐっと迫ってくるような構造と、それから奥にぐっと引いていくような空間がありますけど、これは今も昔もそんなに僕は変わっていないんじゃないかなというふうに思ってます。それから、この時代は絵の具を非常にたくさん使ってました。僕にとって絵の具っていうのは非常に重要なわけですね。絵の具っていうのは透明な存在じゃなくて非常に物質的な存在であると
でしかもこちらの肉体と連動していくというふうなことがすごくその当時感じていたわけですね。絵の具を扱うというか絵の具にまみれるっていうのは非常にエロチックなことでもあるし、それから官能的なことでもあったと自分では理解しています。そしてこの大きさ、自分の身体サイズをある程度超えていくと、自分の肉体と非常に連動したものとしてやっていったというふうな記憶があります。それからなぜ人間像なのかと、人間を細かく描くなりその多様さを描くんだったら映画の方がいいと思うんですよね。僕が映画じゃなくて絵をやったっていうのは、映画の場合は時間が直線的に流れるとしたら、絵というのはもう少し垂直に降りていけると、分断して垂直に降りていけるというふうなことを感じていたわけです。でこの大きな顔というのがありますけど、厚いカーテンあるいは布のようなもので隠されていて、だけれどその眼差しというのはあるわけでして、その眼差しの向かうところ、つまり欲望の対象でもあるところ、それがこの張り付いたような小さな絵です。そういうふうに考えてました。それと同時にこれは描いてから気がついたんですけど、この大きな画面の中に穴があってその向こうが見えると、そこから絵の具が吹き出してきてると、そういうふうにも見えると思います。ある意味では絵をやりながら絵について考えていると、そういうふうなことをやっていったわけですね。それからもう一つ向こうにある像ですけど、これはイカロスというのを想像されると思います。太陽に近づいていったんだけど羽が溶けて墜落する像ですよね。そういうことも僕の方でも意識したんですけど、直接的にあったのは1989年にあった天安門事件なんですよね。そこでああいう虐殺が起こってしまうと、その当時ショック受けました。それを自分でちょっと書いておこうというふうなことがあったように思います。でこれは風景不在という題名なんですけど、2つの意味があるんですけど、一つはそこにないことによって芸術が始まるというふうな意味合いでの不在です。ですからそれには僕にとってその人間像の不在というふうなことが当てはまると思います。それからもう一つは文化の中心の空虚さのことなんですね。意味を無効にしてしまう力が非常にここでは強いと、相対主義あるいはニヒリズム、そういうところに還元されてしまうと。そういうところで絵をやるっていうのはどういうことなのかなと、かなり難しいぞというふうなことも思ってました。その当時は構造主義とかあるいはフォーマリズムということが盛んに言われていたわけですね。そして僕もそれがすごく新鮮に感じました。絵っていうのはこういう四角い平面で成立するわけですね。しかも視覚的であると、そして絵の具とかキャンバスによって成立していくというメジウムの力っていうのもすごく強いわけですね。それを抜きにして意味ないようなことばっかりやっても、それは本当にちっぽけなことをつっつくことにしかならないんじゃないかと、そういうふうにその当時は考えていったわけです。これは風景見えないもの1という題名で1991年に書きました。4メートル86ぐらい高さがあるんですね。でこの頃になってくると色と色あるいは線と面、面と面、そういうふうなことのせめぎ合いというのをちょっと増やしていこうと、こういう絵をやってました。それでその後っていうのは非常に僕は苦しくなっていってしまった時代なんですね。アトリエ行って寝てばっかりと、絵が描けない、描いたとしても墜落する人間とか落下する人間ばっかりしか出てこないと、絶望と不安がずっと支配してた時期が何年間かあったように思います。それでもそういう中でなんとなく光のようなものっていうのは感じられると思うんですね。これなんかちょっと光をつかむような感じにもなっていますけど、ただ僕にとってその光というのはどちらかというと怖いものというふうにも思ってたわけですね。でこれは1993年の風景ゼロ地と、まさにグラウンドゼロと別に予言で言ってるわけじゃないんですけど、ある時空に巨大な影が飛来すると、そして廃墟が出てくると、そういうふうなことを考えてました。これになってくると風景というものが自分の体の外にあると、自分の目の方に逆に入ってきてしまうと、そういうふうな感覚っていうのはすごくあったんですね。非常に視覚的なことっていうのを問題にしていった過程なんじゃないかなと思います。これは2008年に描いた生命体ナンバー8という題名の絵です。こちらとこちらの間には20年弱の時間差があるんですけど、大きく違ったっていうのは何を描くかっていうことから
どう描くかということに変わったことなんですね。きっかけになったのはドローイングで片っ端から身の回りにあるもの、あるいは目に触れるものっていうのを描いていったんですね。それは多分僕が50を過ぎてだいたい死のスケジュールっていうのが見えてきたと。だから今生きていて目に見えるものっていうのがそれが大切なんだと、そういうふうな感覚もあったかもしれないですけど、とにかく片っ端からそういうものを描いていった。そのドローイングの中からじゃあこれを絵にしていこうというふうな感じでキャンバスに絵を描いていったんですけど、これがその元になったドローイングで、下から2番目ですね、下から2番目、これを元にして、こちらを描いてます。ドローイングやってる時には絵画空間を切っていくと、あるいは奥行きを輪切りにしてって見せるというような感覚っていうのがあるわけですね。でドローイングやってる中から絵を選んでそれで展開していくと、そういうふうなことをやってるわけですね。この頃の絵というのは、あんまり僕としても一つ一つに意味を持たせないと、そういうふうな感じで描いているわけなんですけど、僕の生命感みたいなのは変わったんですかっていうふうなことをよく質問を受けるんですけど、そんなに別に変わってはいないんですね。ただ、例えばゴーギャンの言葉で我々はどこから来たのか、我々は何者なのか、我々はどこへ行くのかという有名な言葉がありますけど、それが最近はすごく頭に引っかかってるんですよね。存在の不思議さというか、本当に我々はどこへ行くのかなというふうな、感じもするんですけど、じゃあ命の愛しさ描いてるんですかって言われると非常に抵抗があるんですよね。もう少し絵を描く作業っていうのは乾いた作業っていうかハードな作業のような気がします。しかも非常にメジムのことを先ほど言いましたけど、植物的な作業のような気がするんですね。ですからそういうところで意味をあまり追いかけていくとかえって意味から遠ざかってしまうというふうに思ってます。これは小さい円を表面に描いて、その奥にもう少し大きい円をどんどん描いていくと、そういうふうなことによってできた絵です。それで現在僕はさっきのドローイング、それからドローイングから作るこういう絵がありますね。そういうのとこの被膜シリーズを一緒にやってるんですね。僕の中では、もしかするとこっちあるいはドローイング由来の絵の構造がこちらであって、逆に考えるとこちらの絵の構造がこちらかなというふうな感じもしてます。あそこにフランシス・ベーコンの絵がありますね。フランシス・ベーコンの絵はむき出しの人間像という感じがします。それに比べると僕の絵というのは非常にベールかぶってて空っぽの人間像なんですね。もしかするとこれ人間いないかもしれないし、そういうふうな大きな違いがあると思います。だけれど、光を意識したようなタッチと、それからブルーの濃い空間と、そういうのがあるのは確かで、それに夢中になって僕が描いたことも確かなんですね。それでいいのかなというふうに思ってます。向こうの絵というのとこちらの絵というのはやっぱりちょっと違うと、その違いというのがやっぱり厳然としてあるわけなんですけど、それはそれで認めていいのかなというふうな気がしてます。テリー・ウィンタースとかロス・ブレックナーなんかっていうのはすごく好きなんですけど、彼らの絵の具というものには果実が熟れて、そういう匂いがあるような気がします。それは人間の欲望の深さの度合いが違うのかなというふうな気がしてます。あるいは僕が人間って言った時のその人間そのものがもともと違うんじゃないかというふうな気もしてるんですよね。絵の具っていうのは肉体そのものですから、人間の生っていうのが出ちゃうわけですね。あるいは環境っていうのが出てしまう。僕らの肉体に刻まれた歴史っていうのはそんなに長くはないし、自分たちのものっていうのは何なのかっていうふうなのを考えていくことが必要なんじゃないかなというふうに思います。今非常に重要だなと思うことは実は言葉の問題なんですね。僕らは自分の絵を描いてそれを日本の言葉で、語っていかなくちゃいけないと、そういうふうな意味での言葉なんですけどね。もう少し言うとそのモダニズムの基準、モダニズムの定義っていうのもまた難しいですけど、モダニズムの基準でいうと奇妙に感じられたりあるいは変に感じられたりする絵というのをもう少し自分たちの言葉で普遍的に語っていかなくちゃいけないんじゃないかなというふうなことを本当に強く思います。前はそれ逆だったような気がするんですよね。絵の前にまず普遍性というのがあって、それを
一部の人にしかわからない、しかも借り物の言葉で喋ってたような気がするんですね。そういうことはもうちょっといい加減やめにしなくちゃいけないんじゃないかなと、自分たちのことを喋らなくちゃいけないんじゃないかなというふうなことを非常に強く感じます。こういうふうな絵を描いていて、奥行きということへの自分の興味っていうのはずっと一緒だし、あるいは視覚的なイリュージョンですね、そういうことへの興味っていうのも相変わらず同じように持ってるわけですね。そして絵というのはある意味で2次元と3次元を行き来するような作業なわけです。虹の根元があるとしたら、虹の根元のところに行くような感覚っていうのがあるんですよね。向こうに虹があるから、じゃあその仕組みをちょっと見に行こうというふうに言ってみると消えてしまうと、見えないと。でそこから、出てきてまた遠ざかってみると虹が見える。だけどそばに行くと見えない。そういうことを繰り返しながら、やっているような気がします。絵を作るというふうなことっていうのは、そういう意味ではすごく SF 的な感じっていうのは自分で持ってるわけですね。しかも空っぽな肉体の作業なんじゃないかなと。だけれどその空っぽさっていうのは海をずっと泳いできた末に掴んだ空っぽさみたいなものですから、空っぽさの中から、色のようなもの、あるいは色気のようなもの、そういうのが出てきたらいいかなと。あるいは、自分の意図しない感情のようなものが、にじみ出てきたらいいかなと、そういうふうに思って、制作続けています。